自発的に好きで描き始めたっていうよりかは、父の影響があって、絵を描き始めたのかなっていうふうに思います。これからどういうふうに絵を描いていけばいいのかなって、ちょっと思い悩んだ1年ぐらいがあって、ストリートに出て、こう、絵を描くっていうのを始めたんです。これ一本じゃなくて他にもなんかこう依頼されたなんかデザインだったりイラストを描いたり壁画を描いたりいろんな場所に行ってこうやるんですけど、やっぱそれだけだとなんかこう自分が満足できない部分があって、これがあるから他のこともなんかうまくできてるのかなと思って、できるだけ自然にこうやって活動を続けれたらいいなと思う。このゆきんこあきらはずっと続けて。絵を描き始めるきっかけになったのは、僕父親が絵を描いてるんですけども、その父の影響っていうのが大きいと思います。ちゃんと教育を受けたのは中学ぐらいからデッサンとか基礎的なことをやり始めたんですけど、自発的に好きで描き始めたっていうよりかは、環境というかその父の影響があって、絵を描き始めたのかなっていうふうに思います。とても精密にこう時間をかけて、もう本当にもう僕と反対側のこう制作スタイルっていうんですかね。僕はこういうことやってるのも、そういう父のスタイルと、じゃあ自分はどうするのかっていう、相対的な考えというかイメージでこのスタイルができたっていうのもあると思います。描くっていうことをどういうことなのかっていうのは、父からこう教わったというか、なんかその絵を描くっていうこととか絵を習うっていうのが、父との対話する一つの方法、なんか他に趣味が合うとかどっか遊びに行くとかっていうことはあまりなくて、普通のお父さん子供みたいなのとはちょっと違う感じがします。僕山口県出身なんですけど、中学高校とその地元の山口で絵の練習というか訓練をその父親とか田舎なので、今はそうでもないのかもしれないですけど、絵を習う場所っていうのがあんまりないんですよね。で、僕その高校出た後に東京芸大を受験しようってずっと思ってたので、だからもう中学2年生ぐらいからもう大学を受けるつもりで絵の勉強というか受験するために描くっていうか合格するために描くっていうのでいっぱいデッサンしたり芸大に行くっていうのが目標で進んでた時代だったので、当時は今と画風は違うんですけど、でもその時にひたすら木炭デッサンしたり鉛筆デッサンしたり油絵を描いたりっていうものがなんか下地にはあって、でこんなね跳ねながら音楽に乗りながら絵を描くっていうのはちょっとなんかそういうことしちゃいけないものなんですけど、でもなんか自分らしく描くっていうことを求めた時に
まあそうやって受験を経て、で大学に行って、でじゃあこれからどういうふうに絵を描いていけばいいのかなってちょっと思い悩んだ1年ぐらいがあって、で大学2年の時からストリートに出てこう絵を描くっていうのを始めたのがちょうど2000年の春だったんですよね。最初もうスタイルができてたわけじゃなくて、もう地べたにこう絵を並べて路上展示みたいな、まあ、僕もパフォーマンスとかできなかったので、まあ、座って、まあ、せいぜいなんか暇なのでスケッチブックになんかこう絵を描きながら人がこう立ち止まって見てくれるのをこう待つっていうようなスタイルで、まあ、表参道当時表参道でそういうのをやり始めたのが、はい、最初です。だけどまあほとんどの人がこう足を止めてくれないんですよやっぱりそんななんかそうですね。だからもっと見てほしいな、どうやったらもっとこう自分の作品を見てもらえるのかな、興味を持ってもらえるのかなって思いながら、まあその座ってる間こう絵を描くスタイルっていうのをちょっとサイズを大きくしてみたりとか、地べたに描くんじゃなくてこうやってイーゼルを置いて通りすがりの人の目線に合わせてこうこう描いたりとか、まあ描いてたらまあ少しずつ知り合いもできるし友達みたいな感じで、同年代ぐらいの人でなんかこうクラブイベントみたいな夜やってるんだけど、ちょっとこうイベント中絵描きませんかみたいなことで誘われたりして、でまあなんか面白そうだなって言って、でそういう場所に行ってなんかパーティーみたいなイベント会場でこう絵を描いたり、お客さんのこう顔を描いたり、それでこうどうぞってあげたりだからそういうことをやってます。まあ僕も最初似顔絵みたいなのやってたんですけど、ちょっとやっぱりなんですかね、まあ、似顔絵ってすごく人気のあることだと思うんですよ。みんな描いて、私を描いてって、そういう人多いので、まあ楽じゃないけど、なんだろうな、取っかかりやすい。でも僕はなんかオリジナルの自分の作品をこう見てもらったり興味を持ってもらったりしたいなと思ったので、なんか僕もちょっととんがってたというか、なんかこう人に寄り添うみたいな、似顔絵を描いて喜んでもらって僕ハッピーみたいなんじゃちょっとダメだと思って僕はそういうのは他の方に任せればいいと思って、それで自分のオリジナルの絵をこう、まあ、気に入ってもらえる人が増えてくれたらいいなと思って。さっき話したそのクラブイベントで絵を描かないかって誘われた、それがきっかけで、まあ、1年ちょっと2年ぐらいそういうイベントスペースで夜中絵を描くっていうのを続けてたんですよね。結構夜の方が刺激的で、こう DJ とかヒップホップが当時すごい流行ってたので、あとストリートダンスとか、あとラッパーの人がこう歌ったりとか、そういう、まあ、ショーケースっていうそのイベントの中で、はい、ショーケース始まるよみたいな感じの時間があるんですよね。でみんながバーって盛り上がるみたいな。で僕イベント中こう絵をずっと描いてたんですけど、まあ、ある時なんかちょっと10分ぐらい時間あげるからなんか やってみるみたいな感じになって、でちょっとなんか面白いことやりたいなと思って、まあ即興っていうんじゃないですけど、なんかこうせっかく音楽がかかっているのになんか一人だけこうじっとこう止まって絵描いてるって、なんかこうその空間に馴染んでない感じがしたので、僕はそのなんかブレイクビーツみたいなすごい複雑なこうリズムとかジャングルリズムみたいなのに乗りながらこう当時はこう足をこうカクカクさせるぐらいの上下のリズムの取り方ぐらいで精一杯だったけど、これでこう絵をこう描いてたりして、だからそれが結構なんか受けたっていうか面白いっていう風になんか言ってもらえて、
お客さんに。じゃあそれをもっと発展させていったらいいかなと思って、で昼間のストリートでもその夜やってることをやったらどうかなっていうちょっと実験というか、それでラジカセみたいな音を出しながら絵を描くっていうのをやり始めたんですけど、たまたまなんかそのポータブルの DJ 的なおもちゃみたいな機材をヤマハさんが出して、でそれ電池で動くからスピーカーもついててちっちゃいで、これですよね。これは全然違うんですけど、それの原型になったやつですね。はいはいはい。でそれを置いてこう操作しながらしゃがんだり立ったりこうやってやってたんですけど、なんかだんだん面倒くさくなってこう立ったりしゃがんだりが。でそのヤマハさんの DJX っていう機材だったんですけど、なんかちょっとこう変わった機材で、どこにでも持ち運んでどこでも DJ しようぜみたいなコンセプトだったんですよ。だからもう当時としては何これっていう感じで、ごっついこれ大きさはこれぐらいなんですけど、もうちょっと厚みがあって、でねなんかギターストラップをここに引っ掛ければ肩から担いで持ち運びも便利だみたいな、そういうちょっとした引っ掛けるポッチがついてたんですよ。最初からオプションで。じゃあなんか、持ち運ぶためにこういうストラップをつけるためのやつだけど、なんか肩からこうやってかけてこう演奏しながら絵描いたらなんかかっこいいんじゃないかなと思って、でそれでやり始めたらそれがまた結構面白いなっていう人がいて、で、僕もなんか褒められるとどんどんじゃあもっともっとやりますよみたいな感じになるから、で、それが2004年とか5年とかストリートデビューして3年4年ぐらい経った頃だったんですかね。3年ぐらいかな。はい。当時は結構こうストリートっていうか野外にこうテレビ局の人がリサーチ、面白いなんか変わった人いないかってすごいいっぱい原宿とか渋谷とか結構テレビ局の人から声かけられたりして、でなんかちょっとでのなんかコーナーみたいなのとかにポンポンポンって出させてもらったりとか、自分からもなんかこう笑っていいともみたいなオーディションみたいなのを受けに行って、パフォーマンスはできなかったけどこう絵をこうバーンと見せるみたいなのをやったりとか、そうこうしてる間にだんだんその肩から担いで DJ しながら絵を描くっていうのがなんとなく出来上がってきたのが2005年ぐらいで、5年かかってるんですけど、最初はねなんかこう DJ の方をやろうと思うと描けないし、描くことを集中するといつまでも同じ音がずっと鳴ってるみたいな。であとじゃあ動きもうちょっとこう頑張んなきゃと思ったら何もできなくなるっていう、もう本当になんかせっかく芸大までこう行って絵の勉強して結構こうね上手にじっとしてれば上手に描ける方だったのが、このショーをやることでなんか描けない人以下ぐらいな感じになっちゃって、でも勢いだけはあったので、なんかそういうのテンションが人にちょっと伝わったっていうのかな。なんかそれで応援してもらったりして、続けて当時来れて、で5年ぐらいかかりましたけど、ようやくなんか形になってきたなっていう時になんかこうイベントに出演してみませんかみたいな話がちらほら出てきて、それからですね、それからなんか仕事というかこのショーがなんかお金に変わっていくというか、そういうタイミングだったんですよね。最初のまだパフォーマンスしてなかった時代、その絵を並べてしゃがんでった時、人が振り向くのを待ってたというか、そういう時代が一番やっぱり最初が一番辛かったのかもしれないですよね。自分もビジョンがこんなことがしたいって具体的にあるわけじゃないけど、とりあえずなんかストリートで
やることっていうのがなんか自分の場所みたいに思っちゃったから、でもなんでそうなのかっていうのは分かんなかったんですけど、多分最初がやっぱり無視されるというか、いるのにいないみたいになるのが最初すごく、辛かったっていうか、クソっていうかなんでみたいな感じではあった。だからどうすればもっと振り向いてもらえるんだろうなっていうのは常に考えたので、毎週なんかその反省点をちょっとでも改善したものをストリートに持ってってどうだろうってやっていくうちに、こういうスタイルのパフォーマンスもできてきたし、反発心じゃないけど成長する、糧になってるから、辛いともうやめたいなとかは思わなかったですね。2018年にニューヨークに初めて行ったんですね。で、特にお仕事とかそういうじゃなくて、僕ずっとニューヨーク憧れてたので、いろんな国行ってたんですけど、ニューヨークはまだ行けてなかったので、行ったんですね。それで僕そのストリート始めた頃って、そのニューヨークの貿易センタービルの911のテロの事件があったので、それをテレビで見ながらニューヨーク大変なことになってるなみたいな気持ちと、なんかこうストリートやり始めた時っていうのがなんかすごく印象残っていて、で2018年に初めてニューヨークに行って1ヶ月ほどセントラルパークでゲリラパフォーマンスをしたんですね。で、僕のショーって東京で揉まれて作ったって思って自信持ってるんで、ニューヨークだからってなんとか行けると思って、もうなんか変な自信があったので行ったんですよね。でセントラルパークでパフォーマンスしてたら、ちょっとこう中年ぐらいの男性の方が、白人の方が来られて、で僕がショーちょっと終わってちょっとこう一息ついてる時に話しかけられて、僕のショー見てたって言われて、ですごい嬉しかったって言われたんですよ。ですごいこう話しながらなんかだんだん目が赤くなってくるのが分かって、でその方はその911のもう前からそうニューヨークに住んでるなって、でそのテロ以前のニューヨークの街はすごい面白いストリートパフォーマーがいたり、刺激がいっぱいたくさんあって楽しかったって。だけどそれ以降なんか街が変わっちゃって、面白いものがなんかなくなったってじゃないけど、なんだろうな、なかなかもう見れなくなっちゃったって思ってたけど、今日あなたのショーを見て、なんか以前のなんかニューヨークのちょっと思い出しちゃったんですよ。雰囲気をなんか思い出すことができたっつって、すごい涙流しながらこうハグしてくれて話してくださったことがあったんですけど、それはすごい嬉しかったし、僕みたいななんかものがこうそういう人になんか与えられるパワーっていうのが、あるんだなと思って、それはすごい嬉しかったですね。ライフワークは日本では東京都のヘブンアーティストという東京都がストリートパフォーマーに対してライセンスを発行してるんですけど、その僕ライセンスを持っているので、都内では週末時間があるときはそのヘブンアーティスト活動で、この八王子駅だったりとか都内の代々木公園とか上野公園とかでショーをやってます。だから一番なんかいいのは、通りすがりでなんか今日面白いの見たよとかっていう反応がすごい。だから予定を合わせてわざわざ来ていただくのももちろん嬉しいんですけど、なんか今日歩いてたらねとか言って、なんかそういう人が人に伝えるみたいなのでなんか乗っかってこう行くっていうのも好きなので、
あんまり顔はね、覚えられないんですけど、このスタイルっていうのは、一回見たら忘れられないし、他にやってる人いないので、はい。また、なんか、見かけたら、はい。応援していただきたい。
この型紙を剥がしたら完成になりますので、3、2、1、Go my way! って叫んで、バーンと型紙を剥がして完成させます。よかったら最後一緒に、3、2、1、Go my way! で一緒に完成を見届けてくださいね。じゃあ行きます。I wanna see everyone in the house. Come on, come on. ゆきんこあきらで Go my way でした。自分らしく我が道を堂々と勇気を持って走っていく、そんな一枚でした。今日は雨の中どうもありがとうございます。2021年からはい。 4年連続出てるイベント、イギリスの野外フェスティバルでグラストンベリーっていう、はい。まあ、有名な、向こうでは日本だと、まあ、音楽やってる人だったら割と知ってる方多いんですけど、まあ、フジロックみたいな、日本で言えばフジロックみたいな、まあ、メインのところは本当でっかいステージでもうすごい大御所が来る。今年はニール・ヤングとかロッド・スチュワートとか、僕が最初行った年はポール・マッカートニーさんが来て、2年目はエルトン・ジョンで、で去年がシンディ・ローパーとか長年こういう感じでやってるので、あんまりその日その瞬間だけに一喜一憂しないで、なんかこう長い目でトータルでどうかみたいな、さっきのニューヨークの人じゃないけど、まあいろんな人がいるから、今日はそういう人と会えなかっただけかもしれないし、続けてたらいろんな人とやっぱり巡り合うので、そういう気持ちでなんかのんびりとじゃないけど気楽にいろんな人がこうね投げ銭してくれたりとか、気持ちをね向けてくれるから僕も続けてこれたし、自分だけの判断だったらなかなかもうやめとこうかなって、さっきのねお話じゃないですけどやめてたかもしれないですね。やっぱこう今日やるんですかとか、なんか何かしらの次いつどこでやるんですかとか、そういう声があるとやっぱりやんなきゃって、やっぱ自分だけの判断というよりか、こう今自分はなんでこういうことやってるかっていうか、全体の中の一部分として考えた時に、やっぱりこう続けなきゃなっていうありますね、そういう気持ちっていうか。お願いします。はい、じゃあお気をつけて。ありがとうございます。失礼します。